65歳退職後の保険料と税金ということについてお話しいたします。知って得するお話、裏を返せば知らないと損するお話となってございます。前回ですね、前編と後編ということで、2本の動画を作らさせていただき、会社を退職したらそれまで給与天引きされていた保険料と税金がどうなるのかについてお話しさせていただきましたが、今回はその総集編ということでまとめてみましたので、最後までお聞きください。今日は2021年11月です。65歳退職後の保険料と税金の種類ということで、一覧にまとめてみました。社会保険料として、健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料。この3つは以前の前編の動画で説明させていただきました。で、社会保険料の4つ目に雇用保険料と。それから国税である所得税、地方税である住民税。この3つは後編という動画で説明させていただきました。概要欄に過去の前編と後編のリンク先を載せておりますので、よろしければご覧になってみてください。はい、総集編ということで、今回は退職後の保険料と税金に関して、以下の3つの点に関してまとめてみましたので、お話しさせていただきますね。1つ目、退職時に一体いくらぐらいお金を用意しておけばいいのということで、私の場合と妻の場合でまとめてみました。それから2つ目に、将来保険料と税金はいくらぐらいお金が必要なのということでちょっとまとめてみましたので、ご報告いたしますね。それから3つ目に、それでは死んだ時には、その保険料と税金、今まで納めていたお金はどうなるの、どうするのというところをお話しさせていただこうと思っております。はい、それでは1つ目の退職時に一体いくらぐらいお金を用意しておけばいいのということで、実際に私が支払った金額を一覧にまとめてみました。こういう表を作りましたのでご報告いたしますね。まず私の場合ですね。1つ目に健康保険料。私は健康保険料、会社の健康保険を継続しました。それから2つ目に介護保険料。3つ目に住民税としてお話しいたしますね。それでは1つ目の健康保険料ですが、退職日の翌日から20日以内ということで、保険料の支払い先は会社の保険組合です。それから支払い月数は6ヶ月分。10月から翌年の3月分までですね。これの6ヶ月分ということで、15万円。一月あたり直しますと2万5千円で、年額換算しますと30万となりました。これだけ健康保険料を用意しておかないといけないということですね。私は10月に退職しましたので、退職する月によって違いがあろうかと思いますが、一月あたり2万5千円を年度のその翌年の3月分まで請求が来るか、半年分の9月まで来るかっていうところあろうかと思いますが、参考にしていただければと思います。それから介護保険料。これは退職の翌月末までに自治体である市役所の方から、その中の介護保険課っていうところから通知書が到着しました。これも退職した翌月の11月から3月分までですね。年度末が3月ということなんで、3月分までということで5ヶ月分ありました。金額が6万円で、1月あたり1万2千と。年額換算しますと14万4千ということになりますね。それから3つ目の住民税。これは退職して4ヶ月後に通知書が到着しまして、これも自治体の市民税係というところから来ました。退職した翌月の11月から、これは翌年の5月分までですね、7ヶ月分通知書が到着しました。金額は10万円で、1月換算1万4千の
になっていますね。それから年額換算しますと16万8000ということです。厚生年金保険料と雇用保険料と所得税ですね。給与から天引きされていた項目のうちこの3つは、今度は支払う必要がなくなり、今度は受給できる、もらえることができるということになりますので、これは払う必要がありませんから横棒にしています。それから妻の場合、私の妻の場合ですね。私が65歳で会社を退職したときに、妻が60歳以下ならば、妻は60歳まで国民年金に加入して保険料を支払わないといけないということになっています。ですので逆に妻が60歳以上ならばもう支払う必要はないということになるわけですね。私の妻は8歳年下なので今57歳です。つまり60歳まであと3年ありますから3年間分は保険料の支払いが必要ということですね。その保険料は国民年金保険料ですので、3ヶ月後に通知書が到着して、これは厚生労働省年金局というところから、退職した10月から翌年の3月分まで、6ヶ月分が来ました。金額は10万円で、1月換算しますと1万6000円。年額に直すと20万円ということでした。ちょっとここでよくわからないのがこの国民健康保険。私は10月に退職したのに、妻の分が10月から請求来るというのがよくわからないところですけど、介護保険料は11月から来てますね。住民税も11月分から来てます。健康保険料と年金保険料は10月からということで、ちょっとダブってるんじゃないかと思うんで、これどうもこの支払いする期間の開始日というのがちょっと疑問でありますけど、どなたか分かる方がおられましたら、ちょっと教えてほしいなと思うところですね。合計しますと、初回で41万、私の場合は必要ということですね。一月換算しますと、6万7千円です。年額で81万2千円必要ということですね。私は、先ほどから申し上げておりますが、10月に会社を退職しましたので、この金額でした。退職する月によって皆さん違いが出てくるかとは思うんですけど、一月あたりに直しましたこの6万7千っていうのは、計算頭に入れて退職する時の必要なお金を用意しておく必要があるということですね。はい。2つ目ですね。将来はどのぐらいお金が必要なのということで、今後私の保険料や税金はどうなっていくのかというのをちょっと調べてみました。またいつものごとくこういう表を作ってみました。縦に各年度ですね。で、私の年を入れてみました。65歳から、切りのいい80歳まで15年間を表記しました。から妻の年齢、8歳下なので、妻の年を表記し、それぞれ節目を赤字にしております。横軸にはもらう年金ですね。それから払う健康保険、介護保険と税金の住民税ということを表記しました。単位は万円で表記させてもらっています。まず私が65歳ですね。この時は当然年金が受給開始されるということで、200万に、それから加給年金というのが年間39万というのがプラスになって支給されるということです。これはいいことですよね。ただ妻が65歳になると停止になるということなんで、239万が39万減って200万になると。で、私が73歳の時ですね。そういう具合になっております。介護保険料が収入が減るんで、介護保険料も減っていくんじゃないかなと思っております。それから住民税も減っていくんじゃないかなと思っております。から私が75歳になると健康保険料から後期高齢者医療保険ということで、ここですね、11万になるんじゃないかなと思うんですけど、
ちょっと金額はその時じゃないとわからないですけど、こういったことになってくるかと。それから80歳で、もう私も死ぬだろうと思って、もらう年金もゼロ、払う保険料税金もゼロというふうにしました。で、妻が遺族年金が逆に受給開始になるということですね。現段階での推定で入力してますので、間違いが当然あるかと思います。その年になって実際の金額を体験したら更新していこうと思っております。ここで今後確認しておきたいというのは、妻が65歳になった時ですね。65歳、私が73歳の時。ここで住民税非課税世帯になるのかどうかというところですね。というのは、年金が211万の壁というのを切って、私ここで200万になるんじゃないかなと思ってるんですね。で、切った時に住民税が0円ということで、またさらにこの保険料とかが下がってくるのかどうかというのは、ちょっと検討しないといけない、確認しないといけないというところかなと思っております。